さんこんにちは。前回の動画からね少し時間が空いてしまったんですが、いかがお過ごしでしょうか。だいぶ秋がね深まってきましたね。秋といえば食欲の秋はもちろんですが、物欲の秋、正直私の場合はね両方とも年中あるので秋はそこまで関係ないんですけど、今日はね久しぶりにここ最近秋冬に向けて購入したファッションアイテムと、以前パリに行った時にね購入したものでまだね紹介できていなかったものがあるので、まとめて紹介しようと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちら、シャルロット・シェネのシルバーの島イヤリングです。こちらはですね前回パリに行った時に見つけて買いました。シャルロット・シェネのねタートルリングが進化した島ピアスは洗練された彫刻的なフォルムがね気に入っています。またシャルロット・シェネのねジュエリーボックスがちょっとしたねオブジェっぽくて可愛いです。お次も前回のパリに行った時に買ってきたもので、マラパリっていうね建築家の方が立ち上げたジュエリーブランドで購入したものです。建築とアートが融合したデザインで、アート作品のようなねジュエリーがたくさんあって、今回購入したのがこちら、ホープダブルリングです。最初ピンキーリングを探していたんですが、このリングのね小指サイズがなくて、でもねデザインがすごく好きだったので今回は親指サイズで購入しました。次ですが、私の What's in my bag のね過去動画でも紹介したことがあるケースティファイのスマホケースです。私はかれこれね3年ぐらいケースティファイのスマホケースを愛用しているんですが、ウェブサイトを見ていたらスマホケースがね延々と出てくるぐらい、本当にね種類が豊富でカスタマイズもね可能っていうことで、自分だけのねスマホケースが作れたり、私がね特に気に入っているのはシンプルなんですがおしゃれ見えするデザインと、何よりもね耐久性の高さです。このケースをね使うまでは本当よくスマホを落としてスクリーンをね割っていました。でもこのケースを使い始めてからは一切スクリーンを割らなくなりました。ちなみに携帯を落とす頻度っていうのはね過去とあんまり変わってないと思います。私が今使っているのはね鏡代わりにもなるミラータイプのスマホケースです。このケースだとね鏡を持ち歩かなくてもいいし、さりげなくねリップとか直せて便利です。さてもうね冬も近づいているし、久しぶりにねスマホケースを変えようと思って最近使い始めたのがこちら、ケースティファイのウェーブシリコンケースです。iPhone 17シリーズの発売に合わせて新色もね出ているので、色のオプションが豊富で、結構迷ったんですが、まずはね安定のホワイト、そしてもうすぐね冬もやってくるし、なんかね気分を変えたいなって思って探していたら、新色のマルベリーを見つけました。この深みのあるね落ち着いた色が秋冬っぽい気がして気に入っています。ウェーブシリコンケースはプレミアムシリコンでできた柔らかい素材で、手触りが良くて持ちやすいです。それにホコリやねゴミがつきにくい加工とともに静電気防止加工もされています。このモダンでおしゃれなデザインと上品なフォルムが気に入っています。そしてスマホケースとともにグリップスタンドを2種類オーダーしてみました。まずこのスマホケースにマッチしたウェーブシリコングリップスタンドと吸盤がついたスナップ&スティックグリップスタンドです。スマホグリップとして使うとスマホを落としにくいですし、片手操作がしやすいです。そしてスタンドにもなるので、動画を見ながらね作業をするときや写真を撮るときにも使えて優秀です。吸盤がついたスナップ&スティックグリップスタンドは鏡、窓、壁、ドアなど、どんなね滑らかな面にもピタッとくっつくので、動画を見たり写真やね動画を撮ったりする時にも便利です。壁にくっつくとね動画を見る時に首を傾ける必要がないので地味にね助かります。そして私はね基本的に出かける時はねもうほんと身軽に出かけたいって思うタイプで、そんな私の味方になってくれたアイテムがこちら、マグセーフウォレットです。今回はそれぞれのスマホケースに合わせてマグセーフウォレットを選びました。
まずこのウェーブシリコンシリーズの新色マルベリーカラーのマグセーフウォレットとレザーっぽいテクスチャーがね上品だなって思ってこのキャメルカラーのものを選びました。取り付け外しもね簡単で必要に応じてグリップと併用できるのでとても便利です。スマホケースって毎日使うものだからこそ機能性もねスタイルも妥協したくないっていう方にケースティファイのスマホケースはおすすめです。 iPhone 17シリーズの発売に合わせて新色も出ているので機種変更をした方や今後する予定があるという方もねぜひご検討ください。気になられた方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。お次は靴です。今年はローファーを探していてローファーってきちんとした印象になりやすいんですがスウェードだとね適度な抜け感と上品さがあって気に入っています。サンローランのスウェードローファーは U 字型のアッパーがハンドステッチ仕上げなのも可愛いです。色はねこの季節に合わせやすそうなダークブラウンにしました。さてお次は私がね気に入ってこのチャンネルでもね何度か紹介しているベルギーのアントワープでラボグローダイヤモンドジュエリーを販売するアイデルで最近オーダーしたジュエリーです。アイデルのジュエリーは熟練の職人さんの手によってね一つ一つ手作業で作られ確かな品質のダイヤモンドジュエリーを提供し続けています。今回届いてからねここ最近ずっとつけていて今日もつけているんですがアイデルのジュエリーはミニマルなデザインでフォーマルなシーンはもちろんですが組み合わせることでねエッジを効かせたりおしゃれ見えするので幅広いシーンで活躍してくれます。というのもアイデル特有のねモジュラーデザインといって一度ねダイヤモンドスタッドピアスを購入してしまえばあとはアドオンを組み合わせて様々なスタイルのダイヤモンドジュエリーを楽しむことができます。私はねアイデルのダイヤモンドスタッドピアスをもう持っているので今回はねアドオンのみをオーダーしました。今回オーダーしたのがこちらです。まずは私の大好きなパリの街のお名前がそのまま付けられた3連のペアシェイプのダイヤモンドが美しいパリのアドオンをつけています。3連の美しいダイヤモンドはそれぞれ 0.1 カラット、0.15 カラット、0.25 カラットのトータル 0.5 カラットのダイヤモンドが動くたびに揺れて美しい輝きを放ちます。そして2つ目が 0.15 カラットのペアシェイプダイヤモンドが美しいイタリア南部に浮かぶカプリ島から命名されたカプリのアドオンです。もちろんこれだけでつけてもね華奢でエレガントさがありますが先ほどご紹介したパリのアドオンと組み合わせることで絶妙なバランス感があって私はねこの組み合わせが気に入ってよく最近つけています。ラストはベネチアです。このコレクションの中で唯一ね揺れないタイプのペアシェイプダイヤモンドがついています。ベネチアはこれだけでつけてもね存在感があるんですが以前紹介した3連のペアシェイプのダイヤモンドが美しいカイアのアドオンをつけてみるとまたね印象が変わりますし先ほどのカプリと組み合わせるとオリジナリティ感が上がります。こうやって自分でねいろいろアドオンの組み合わせを変えて様々なスタイルのねダイヤモンドジュエリーが楽しめるのがアイデルのジュエリーの魅力だと思います。それにアイデルのジュエリーは14金ソリッドゴールドを使用しているので長く使用していてもね錆びにくかったり変色の心配もいらないので気兼ねなく使えて日常使いがしやすいです。アイデルのジュエリーを集め始めて、昔この辺に空いていたピアスホールをね復活させようかなって思うぐらい素敵なジュエリーがねたくさんあるのでぜひウェブサイトを見てみてください。今日紹介したダイヤモンドジュエリーとディスカウントコードは概要欄に貼っておくので気になられた方はねぜひチェックしてみてください。アイデルのジュエリーは世界中に郵送していて送料が無料で30日以内だと返品交換も可能です。それからウェブサイトは英語なんですけど英語が苦手だっていう方はねお買い物をするときにウェブサイトを日本語に変換してしまえば日本語でお買い物をすることができます。お次はメイドウェルのレザーバケットバッグです。お色味がチョコレートレーズンで
まさにこの秋冬使いたくなる絶妙な深みのあるレッドブラウンです。見た目より大容量で15インチのパソコンも入るし、荷物が多い日にね活躍してくれるので気に入っています。一つ難点がね、このバケットバッグ特有だと思うんですけど、この一番奥に入ってしまった小物っていうのがこう奥深くまで手を入れないとその取り出せない。でもね可愛いので全然許容範囲です。ラストはエルメスです。こちらはパリに行った時の購入品です。こちらのアイテムはパリに行った時にねなかなか手に入らなくて、パリはね3店舗エルメスがあるんですが、全店舗行って2店舗はないの一点張りで最後1店舗ねダメ元で聞いてみたら親切な SA さんで、確約はできないんだけどその私の滞在期間中にねなんとか間に合うように取り寄せしてみますって言ってくださって購入できたアイテムです。こちらはファランドールネックレスです。長さがね3種類あるんですが、私がね欲しかった希望の長さで購入できたっていうのもラッキーでした。このように何通りかね付け方のアレンジができるので、その日のねテイストで付け替えができて、一つあると便利な気がします。以上がここ最近秋冬に向けて私が購入したファッションアイテムと以前パリに行った時にね購入したアイテムの紹介でした。今季お洋服はまだそんなに買っていないんですが、ジュエリーやスマホケース、靴、バッグとねこの秋冬ちょっとした小物で変化をつけながらスタイリングを楽しんでいる今日この頃です。それにグリップスタンドがあるとね持ち手が安定するので、グリップがね便利だっていうことに今頃気がつきました。スマホケースって安いケースを買ってね何度も交換するよりは機能性にも優れているスマホケースをね長く使う方がコスパがいい気がします。毎日使うものだからこそ機能性もねスタイルも妥協したくないっていう方にケースティファイのスマホケースはおすすめです。今日紹介したケースティファイのスマホケースやスマホグリップ、マグセーフウォレット以外にもたくさんのね種類のテックアクセサリーがありますので、気になられた方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。